おはようございます。マイクのテスト中です。お待ちください。4月14日月曜日6時半になりましたので、ライブ配信を始めます。よろしくお願いします。朝6時半から不定期でライブ配信をしています。今はこちらの付近を差し子をしていまして、その様子をただただライブ配信しています。一緒に差し子をしながら、何か飲み物を飲みながら、また朝のお時間ですので、お支度中のながらみなどご活用いただければと思います。はい、ではここから糸が出ていますので、まずこちらの向きに、刺し子を進めていこうと思います。はい、始めていきますので、皆様もどうぞごゆるりとお過ごしください。びっくりした。一瞬猫様が通り過ぎていかれました。そのまま今はですね、一瞬通り過ぎただけで今ご飯を食べております。正確に言えばもう食べてたんですよね。食べていまして、残りのご飯が残ってたので、お皿にそのまま残っていましたので、その後半戦のご飯を食べに行きました。おはようございます。よろしくお願いします。食べた後ね、猫様どう過ごされるのか分かりませんが、私は刺し子を進めていこうと思います。今ですね、猫様は私の右側に静かに来てくださいまして、そのままこのテーブルの下に入られていきました。はい、上に登ってくることではなく、下でお休みされるそうです。さっきのね、一瞬登場したのは何だったんだろうっていう感じですけど、はい、あとはもう猫様の
ご自、お好きにね過ごしていただこうかなと思います。ということで、こちらはこちらでもう淡々と刺し子を進めていこうと思います。反対の外枠まで来ました。裏で重ねて糸を切っていこうと思います。一旦ここで糸を切って新しい糸に付け替えて進めていこうと思います。まずね、裏を確認しますね。はい、いいかなと思います。おはようございます。よろしくお願いします。今日はあれですね。全国的にどうかはわからないんですが、私の住んでるところは雨ですね。もうなんか曇り空だし、雨降ってますみたいな感じですね。はい。はい、糸を切りました。新しい糸に付け替えていきますね。
それで次はこっちからやっていきますね。では糸を準備しますので少々お待ちください。あれ、もしかして私スマホの音を消してなかったかも今通知音がね、スマホの通知音が鳴ってしまったので、もし聞こえてしまったらすみません。ちょっと配信中でスマホを触るのもちょっと危ないので、何か音がね鳴ったらすみません。では今糸をね付け替えましたので刺し進めていこうと思います。
指し始めのところもできましたので、このまま反対の外枠まで淡々と進めていこうと思います。ではですね、差し子をしながら、まずは差し子の進捗的な話をするときはするんですが、何も進んでないっていうのが正直なところで、このライブ配信をねやってなかった間に、そうだから収録動画の方もね、結局は編集が途中なまま、ただただ時間が過ぎていっているという状況です。そちらの方に関してはね、何も話す話がねなくてですね、でなんで進んでなかったかっていう話を、やっぱ通知音がごめんなさいなってしまったらすみませんそれで昨日ね試験を受けてきたんです。全然差し子と関係のない話なので聞き流していただければと思うんですけれども、差し子が進まなかったのはそのことが理由でもあります。韓国語の正確に言えば韓国語能力試験トピックですね。あれが昨日試験がありまして、会場の大学に行って、私は午前ですね、午前に試験を受けてきまして、そのための勉強をずっとしていたので、やっぱりなかなか他のことが進まなかった。昨日の試験に向けてひたすら勉強したかったのでっていうのがありました。で、試験はね無事に受けてきたので、それはそれで良かったなと思います。あれができないんですね。自己採点とかねできないんですよね。韓国語の試験ってもう一つハングル検定っていうのもあるんですけど、そっちの試験だと問題用紙持って帰ってこれるんですね。それでその日のうちに回答も出るんですよ。だから自分が問題用紙に答えを書いておけば、その日のうちに自己採点できて目安がわかると、今回はダメだったなとか、もしかして大丈夫だったかもとか、そういうのがねわかるんですけど、こっちのトピックの方は持って帰ってこれないので、もう何もできず、発表はですね5月末だったと思うので、あとはねただただその日を待つっていうだけで、そうですね、もし何か受かったらライブ配信でこっそり言うかもしれませんが、何も言わなかったらダメだったんだなと思っていただければと思います。試験は何だったかな、なんかねハングル検定の方と逆なんですよね。級が逆、難しい方の級が逆なんですよね。だから何だったかな、ちょっと手元に本があるからパラパラ見てみますか。ちょっとお待ちください。これだ、私これをねただひたすらこれを解くっていうのをやっていて、ここに書いてあるんだな。
おはようございます。よろしくお願いします。私受けたのね、このね、トピック、ちょっと見えるかわかんないんですけど、画面上で。トピック1、ね。大きく分けて、トピック1とトピック2っていうのがあるんですよ。で、トピック2の方が難しいです。で、トピック1の方が初級。で、確かトピック2が中級上級っていうくくりだと思うんですけど、私はトピック1を受けた、この初級の方ですね。まず大きく分けて2つなって、で、このトピックを私受けて、このトピック1が、何点だったかによって、もしね、80点以上取れていれば1級合格。140点以上取れていれば2級合格っていう感じです。これ何点満点かはちょっと私忘れました。何点満点なんだろうこれ。書いてんのかな、ちょっと本に書いてないからわからないのですが、ちょっと本に書いてないですね。はい。なので、自分がどれだけの点数を取れたかによって1級か2級。だから私がだから80点以上だから79点以下だったら何にも慣れていない私っていう感じですね。でも80点以上だったら1級。でも私もともと2年前に受けてるんで、2年前に1級取ってるんで、今回はね、だから2級の140点以上取れてればいいなって思ったんですよ。だけど、もっと言えば前回の点数がわかるんで、ちょっと自分の点数あれを結果のを見ないと出てこないですけど、それ以上受かってればいいなっていうふうに目標、それを思ってとにかく昨日試験を受けたんです。昨日ね、午前中ですね。100分なんですよ。100分でトピック1は午前中にあるんですけど、それを午前いっぱい受けて、ただ言いたいのはもう後半全然分かんなかったっていうことですね。はい。11時40分までなんですよ。で、11時40分だから11時20分くらいにふと時計を見て、残り20分なんだなって思ったんですね。それまでは時計を見てる暇もないっていうか、その時も見てる暇もなかったんですけど、ふと時計を見たら残り20分で、残り20分なのに全然終わんないみたいな状況で、全然終わんないプラス全然わかんないですね。後半。やっぱりですね、長文になっていくんですよ。後半の、問題がね。とにかく長文だから5、6行ぐらいか。5、6行ぐらいの文章があって、それを読む。それを読んで内容を理解した上で、次の問いに答えようと。マークシートなので4つの文章が書いてあって、まずその長文ですよね。長文って言っても5、6行かな。5、6行ぐらいの文章があって、その後にこの内容に合ってるものを答えようみたいなので4つ文章が出てくるんですよ。でその4つの文章も読んで、この内容に合ってるものをこの4つの中から選ぶとかね、例えばですけどね、そんなのが出るんですけど、当然ながら問題も韓国語、この4つの
1234の文章も韓国語だから、どっちも読めないとわかんないんだけど、もうとにかく後半のやっぱね、長い文章は私まだまだダメだなっていうことにね、痛感しましたね。まだ4つの中から答えをの、4つが単語だったらまだ頑張れるんです。単語ね、そこの段階だったらまだわかるんだけど、あとその例文もね、短かったりすればまだね頑張れるんですけど、あそこまでもう私の中では文章が多くなるともう無理っていう感じなので、また次もね、とにかく試験を受けるのが趣味みたいなもんなんで、次もまた受けたいですね。今年中に受けるかどうかはちょっとスケジュールまだ今年中にまだねあるんですよ。何回かあるから受けられるので、そのあたりはスケジュールの方とご相談で受けられるんだったらまた受けたいですね。その点数がどれだけ伸びるか伸びないかとか、そのあたりが自分の勉強したことの目安になるので、またねやっていきたいなと。やっぱね、とてもじゃないけどダメですね、あれでは。だからトピック1とトピック2っていうのがあって、もう全然トピック2に行ける私レベルじゃないということを試験を受けてまだまだ痛感してますから。でも2年前に受けた時の方がもっともちろんダメでしたけどね。例えば前半が聞き取りなんですけど、聞き取りが何十問かあるんですけど、当然ながら全部韓国語なんですよ。だから日本語でね、問題1とか言ってくれないんですよ。1、2、3ってこう問題あるけど、1、2とか日本語で言ってくれないから、それも全部韓国語なわけですよ。だからいる、いい、サム、さですね。1、2、3、4がね。でその数字も今何番目みたいな風に2年前の時はもうそれすらもうついていけない感じだった。でも今回はねもう数字は分かってたから、今何番ね、はいはいって思って、それはついていけたんですけど、まだ聞き取りの方は頑張れたかな。どっちかといえば聞き取りと、あと読解ね、読んで解くっていうのがあるんですけど、で前半聞き取り、韓国語の文章が音声で流れてきて、それをもとに4つの中から答えを選ぶっていうやつだったんですけど、それはそれの方がまだね、もちろん分かんないのも中にありましたけど、後半の長文をね自分で読み解くよりはね、まだ聞き取りの方が良かったですね。そんな話をしていたらあっという間にもう7時ですね。7時過ぎていた。じゃあ今日はこの辺にしますね。ちなみに言えばなんでその試験を受けてるかっていうのは、韓国語を理解したいのはそうなんですが、要するにドラマを見るときにね、その言語で理解できるようになることが最終的な目標です。はい、では
差し子に関しては今日はここまでにしようかなと思います。シール貼って終わりにしますね。今日は4月14、ここですね。はい。ライブ配信はね、もうスケジュール決めちゃって、もうその時に差し子すればできるから、それはそれでいいんですけど、まあ先ほどのね、試験のことなんぞありましたので、それが昨日だったんですけど、それがあるゆえにもう全然収録の方が配信できてないですが、まあ一応一段落しましたので、それはそれとしてね、もう自分のやるべきことを淡々と進めていこうかなと思っています。はい、こちらこそ、はい、ありがとうございます。よし。はい、では今日もですね、朝からライブ配信をご視聴くださりありがとうございます。ライブ配信の動画はこのまま公開状態にしておきます。アーカイブの方でもご視聴くださりありがとうございます。はい、今日はね、あいにくの雨模様ですね。私の住んでるとこはもう雨の音が聞こえるっていう感じなので、今日は一日このような天気なのかもしれないです。私は今日はですね、お客様がいらっしゃいますので、もうとにかく家を片付けなければならないとはい、いう感じですので、ライブ配信が終わりまして、いろいろ整えたら、もう家の中を整えるということを、もうとにかく午前のうちにやって、とにかく早々に頑張って動きましてですね、お客様をお迎えしたいなというふうに思っております。はい。では今日はこれで失礼します。ありがとうございました。